んにちは、セミプロ主婦の花子です。寒い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は最近は寒すぎて買い物に行くのも億劫で、運動不足が甚だしい今日この頃です。さて、今回の動画は家計簿ではなく、セルフで防災バッグを作成してみたのでご紹介していこうと思います。前々から欲しいなと思っていたんですけど、防災バッグって意外と高いんですよね。なので今回は100均と家にあるものをフル活用して節約防災バッグというコンセプトで作成してみたので、よければ見てみてください。さて、まずは今回作成するにあたり参考にしたものをご紹介します。こちらは首相官邸の防災ページにあるチェックリストで、結構ざっくりとした項目になっているので大枠でいるものを把握できます。次にこちらは阪神・淡路大震災記念人と防災未来センターが発行しているもので、こちらの方が細かくリスト化されていてすごく分かりやすかったです。他にもいろいろ参考にしたので概要欄に記載しておきます。ではまずは防災バッグからご紹介します。このバッグは昔登山クラブに参加した時にサークルの人から無料でいただいたもので、大きさがちょうどよくポケットも3つあってとっても便利なので、こちらをチョイスしました。さて次に中身をご紹介していくのですが、大きな枠として100均以外のもの、100均のもの、家にあるもの、こちらの3つの枠でご紹介していきます。ではまず100均以外のものになります。こちらは防災訓練でもらった保存水で、とりあえず1リットルをセットしています。次に保存食で最低限の3食分と軽く食べれるマフィンを揃えました。保存食系って結構高くて防災バッグのコストを爆上げするアイテムなので、私はイオンの 5% オフデーで揃えました。次にお水のいらないシャンプー、これはなかなか売ってなくてお店を結構回りました。家にあるもので作ったスキンケア類の中にセットとして洗面用品としてまとめています。お次はこちらの給水バッグで、実は100均でもキャンプ用品で売ってるんですが、イオンの方がお安く形状がぺったんこになるのでこちらを選びました。次に100均のものをご紹介します。まずは大切な簡易トイレなんですけど、他にも種類がありましたが、これが一番コンパクトでした。こちらはトラベルコーナーに置いてあって、他にも何種類か選べます。次は緊急用のアルミブランケットです。こちらも一番コンパクトなものをセレクトしました。防災コーナーで置かれていて、こちらも大小の大きさから選べます。こちらはレインコートの上下になります。ポンチョ式もあったんですけど、動きやすいよう袖付きのものを選びました。ちなみにサイズは M、L で選べますが、残念ながら S サイズはなかったです。次は、軍手とロープ、笛の3点セットです。3点セットでこのコスパは個人的にすごいなと思います。こちらは防災コーナーに置いてありました。次に折りたたみスリッパで、こちらはトラベルコーナーで置かれています。避難所でまたは靴を履けなかった時にきっと役立つと思います。次はミニライト付き予備笛で、
金びらがついているのでショルダー部分につけてます。ライトをつけてみますと結構なパワーのライトで十分足元を照らせるなと感じました。次はこちらの反射板でこんな風に取り外し可能で腕につけたりなんかもできます。夜に避難する時など車との事故防止にと購入してみました。ちなみにこちらはキャンプコーナーで置かれています。続いて家にあるもので作った防災グッズですが、まずは救急セットです。これは結構家にあるもので作れちゃいました。ただ爪切り毛抜きなどがなかったので探し回った結果見つけたのがこちらのセリアのトラベルセットです。爪切り毛抜きハサミピンセット耳かきがついています。こちらもコスパがすごいです。家にあった絆創膏、消毒綿、綿棒、常備薬などをセットにして救急セットの完成です。こちらはポケットティッシュとウェットティッシュセットです。これはどちらももらい物です。こちらはタオルセットでバスタオルとフェイスタオルをセットにしています。次は個包装の使い捨てマスクでこれももらい物です。ちなみに使っていないアベノマスクも入れております。ここからはリストよりも個人的に強化したグッズをご紹介していきます。まずは歯磨きグッズです。虫歯になってからオーラルケアってめちゃくちゃ大切だなと感じていて、デンタルフロス、マウスウォッシュ、歯磨き、こちらの3点は常にできるようにセットしました。こちらはあったかグッズです。中身はカイロ、ぬくぬく靴下、毛糸のパンツの3点セットで冷えると免疫力も低下するし体調が本当に悪くなるので私にとってはかなり重要グッズです。背負ってみるとこんな感じで重さも十分持ち運べるレベルでした。緊急時にはこれを背負って走ったりしないといけないかもなので自分が背負って動けるかの確認も大切だと思いました。以上が私のセルフ防災バッグの中身です。ちなみにかかった総額は2911円でした。保存水などもともと家にあったもので事足りたのでこのぐらいで収まりましたが、実際全部揃えるとなるともう少しかかると思います。ですが市販の防災バッグを購入するよりはお手頃に防災バッグを手に入れれると思います。今回はまずは導入編ということで必要最低限ラインで揃えていて、実際はもっと必要なものがあると思いますのでここからまたアップデートしていこうかなと思っています。中身の全体を俯瞰してみると結構たくさん防災グッズを詰め込みました。この他にも下着、女性用品なども詰めておりますがそこは割愛させていただいております。他にもお子さんがいる方、ペットがいる方など個人個人で用意するものが違うのでぜひ一度リストと照らし合わせて自分に何が必要かなということを考えてみるのもいいと思います。